ねえきなこ、AI って結局さ、返事は全部文章で返ってくるものでしょ？その前提ね。今年の1月に静かに崩れたの。チャットの中に押せるボタンがそのまま出せるようになった。ボタン AI の返事の中に本当に押せるボタンが出るってことを。しかもボタンだけじゃないの。入力フォームや確認のダイアログまで返事の中に置けるようになった。それってもう返事っていうより小さいアプリじゃない？そう、2026年1月26日に MCP の最初の公式拡張が出て UI を描く仕組みが標準に入ったの。それめっちゃ便利やん。もう文章を読んで自分で操作せんでええってことやろ？便利なんだけどね、使用書を読むと変なことが書いてあるの。ツールの戻り値をわざわざ3つに割って返せって。そこが今日の入り口なの。返事の形が変わったんじゃなくて、返事の中身を誰に向けて書くかが変わったんだよ。つまり今までは AI が全部文章に直してから渡してくれてたわけだ。3つに割る1個にまとめて返した方が楽じゃないの？なんでわざわざ分けるの？その理由がわかると、今年 MCP に増えた3つの機能が全部同じ方向を向かいてることも見えてくるんだよ。今日はなぜ3つに割るのか、進捗と承認の仕組みが同時に入った理由、そして今のサーバーを壊さず対応する方法まで順番に見ていくね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。そもそも MCP って AI に自分のツールをつなぐやつだよね。うちの周りだとまだ趣味で試してる人が多い印象だけど。その印象、2024年で止まってるかも。 SDK の月間ダウンロードが2024年11月の約200万回から2026年3月時点で9700万回まで伸びてるの。9700万？桁がおかしいやん。もう趣味の道具ちゃうやんそれ。しかも2025年12月に MCP は Linux ファウンデーション傘下の AIF という団体に寄贈されたの。特定の一社のものじゃなくなった。中立の団体が持つようになったってことか。それって開発してる側から見ると何が変わるの？仕様が思いつきで変わらないようになったの。提案して議論して決める手続きができて、企業も安心して乗れるようになった。じゃあもう完成型ってことを？これだけ広まってるならあとは使うだけな気がするけど。変わったのはそこだけじゃないの。監査ログの形を揃えたり、会社のログイン基盤とつなぐ認証を標準にしたり。それって上質の人が首を縦に振るかどうかの話だよね。まさにそこ。個人が趣味で動かす前提から会社が業務で動かす前提へ、要求水準ごと引き上げられたの。要求水準が上がるって具体的には何を求められるようになったの？誰がいつ何を実行したかを後から終える記録と、社員のアカウントでそのままログインできる認証、この2つは特に強く求められるの。だから仕様がここまで細かくなってきたのか。逆なの。この規模で使われて初めて見えてこなかった不便が3つはっきり形になってきた。不便って例えばどんな？つながってるなら十分な気がしちゃうんだけど。返事が文章しかない、長い処理の途中がわからない、危ない操作を勝手に実行してしまう、この3つね。2026年の仕様はこの3つを1個ずつ潰しに来てる。まずは1つ目、返事が文章しかない問題から。でもさ、文章で返ってくるのがそんなに困る？表でも箇条書きでも読めばわかるじゃん。その反応わかる。じゃあ想像してみて、顧客データを100件取ってきて、それを全部テキストの表に直して AI に読ませたとするね。あ、その表 AI が読む分だけ丸々料金かかるってことを？そう。しかも表示するだけのデータなのに AI の読む枠を丸ごと食いつぶす。返事も遅くなる。ここがずっと無駄だったの。サーバー側のコードで言うと、返り値の辞書に3つの欄を用意して、それぞれ別の相手に向けて詰めるイメージなの。書く量は増えるけど書き方自体は普通の関数のままなんだ。画面に出したいだけのデータをいちいち AI に読ませてたのが無駄だったってことか。だから戻り値を3つに割れるの。この分け方、名前がついてて、コンテントとストラクチャードコンテント、それとアンダースコアメタ。いきなり横文字が3つきた。
それぞれ誰が読むやつなの？つまり AI には目次だけ渡して中身は別の窓に流すって感じやな。宅配の伝票と荷物みたいなもんや。コンテントは AI が読む一言、ダッシュボードを出したよくらいの短い文で十分なの。ストラクチャードコンテントは UI が読む生データ、グラフを描くための数字が入ってて AI からは見えないの。アンダースコアメタは描画の指示書、どの UI を読み込むかの場所を書いておく欄なんだよ。なるほどな。さっき言ってた料金かかる表が AI に見えへんとこ通るようになるんやな。しかも表示用のデータは AI から隠れてるから、うっかり長い個人情報をモデルに読ませてしまう事故も減るの。節約のためだけじゃなくて見せない設計にもなってるんだ。そう、トークンの節約と余計なものを渡さない安全性、この2つを一度に取りに行ってる分け方なんだよ。でもその画面ってどこに置いてあるの？勝手によそのページを読み込むの危なくない？そこは隔離された枠、アイフレームの中で読み込むの。データのやり取りはポストメッセージという昔からある Web の仕組みを使う。新しい魔法じゃなくて Web の標準の組み合わせなんだ。ところでこの UI どの AI アプリでも出るの？その質問は大事だから後でちゃんと答えるね。先に白状すると、私が一番困ってたのは実は別のところなの。きなこが困ってた？珍しいね。どこでつまずいてたの？重い処理を頼むと終わるまで画面が沈黙するの。動いてるのか死んでるのかこっちからは区別がつかない。ああ、それ苦手。待たされてる間って押し直したくなっちゃうんだよね。実務で辛いのは通信そのものに時間制限があること。よくある構成だと数十秒で切られるし、関数を動かす基盤にも実行時間の上限があるの。じゃあ何時間もかかる仕事はそもそも頼めなかったってこと？頼めても途中で切れたら結果が受け取れなかったの。だから長い処理は最初から諦められがちだった。だから途中経過を流せるようになったの。混んでるレストランの呼び出しベルあるでしょ。あれと同じ考え方。注文したらベル渡されて席で待ってるやつね。厨房の進み具合がベルで届くイメージか。待たされてる側からするとあと何割で終わるのかが見えるだけで体感が全然違うもんね。そうなの。しかも途中で明らかに違う方向へ進んでたら早めに止められる。これも進捗が見える効用なんだよ。でもさ、途中で Wi-Fi が切れたらどうなるの？ベルの電池切れたらまた最初から並び直し？そこが今回一番面白いところなの。切れても並び直しにはならないんだよ。レシートを持ってカウンターに行けばいいの。注文番号と最後に受け取った通知の番号、この2つで続きから再開できる。続きからいけるんか。それ地味やけど長い処理ほどありがたいやつやん。この再開の仕組みを MRTR って呼ぶの。サーバー側が状態を抱え込まずに済むから負荷分散の裏側に置いても壊れない。でも進捗が見えるのはいいけど勝手に最後まで走られたら怖い処理もあるよね。消しちゃう系とか。進捗のお知らせは決まった形で飛んでくるから受け取る側は進捗バーを出すだけで済むの。その怖さまさに3つ目の話なの。秘書に振り込みを頼む場面を思い浮かべてみて。秘書が銀行に行ってお金を動かす感じね。金額が大きかったらさすがに勝手に流行らせないよね。そう、銀行がこれは社長の署名がいりますって手を止めて用紙を渡す。秘書は署名をもらってから戻る。その手を止めて聞きに来るの AI の世界でもできるようにしたってことを？止まらない仕組みのままだと権限を持たせるのが怖くて結局読み取り専用でしか使えなかったの。見るだけの AI 秘書か。それだと確かにできることは限られちゃうね。それに名前がついてるの。エリステーション。人間の判断を途中に挟むための標準の仕組み。エリシテーションで実際どうやって止めるの？サーバーがこっちの画面を出せるわけじゃないよね。サーバーは入力がいるという返事を返すだけなの。画面を出すのはクライアント側の仕事。ユーザーがフォームに答えたらクライアントが同じ注文番号に答えを添えてもう一度投げ直す。それで処理が続きから走るの。やん。消す前に1回止まってくれるんやったら安心して任せられるわ。しかもこれがあると認証もきれいに書けるの。
途中でログインしてもらって、その結果をもって続きを進められる。 UI が出せて進捗が見えて危ないところで止まる。3つとも人間を置いてけぼりにしないための機能なんだね。承認のハンコがあるだけで任せられる範囲が一気に広がるやん。免許取ったみたいなもんやな。ただここまで増えると心配になってきた。今動いてるサーバー壊れたりしない？承認の形が標準になると、危ない操作にだけ確認を挟むという設計が自然に書けるようになるの。全部に確認が出たらうるさいもんね。ここぞという時だけ止まってほしい。その心配、さっきのどのアプリでも UI が出るのと同じ根っこなの。ここでまとめて答えるね。そうそう、それ気になってた。全部の AI アプリが画面を描けるわけじゃないよね。描けないよ。だから UI の仕組みは必須じゃなくて追加のオプションという位置づけになってるの。オプションなのはいいとして、対応してないアプリで使われたらどうなるの？真っ白になったりしない？実装をサボると本当に真っ白になるの。だから作る側に手順が決められてる。ここは守ってほしいところ。まず最初のつなぎ込みで相手が UI に対応してるかを聞く。これが機能検知ね。実際対応しているアプリと文字だけのターミナルから使う人が同じサーバーを同時に叩くことになるの。両方のお客さんがいるってことか。片方だけ見て作ると事故るね。対応してなければ UI 前提のツールは出さない。出すなら文章だけで完結する返事を必ず用意しておく。スマホ向けの画面とガラケー向けの画面両方用意しとくみたいな話だね。つまり豪華な画面はおまけで、文章だけでも用が足りる状態を残しておくってことか。順番も大事なの。 UI を作り込んでから文章の返事を足そうとすると大抵後回しになって忘れるから。先に文章だけで動くものを作って後から画面を載せる方がいいってことか。その考え方を段階的機能縮小って呼ぶの。上から順に諦めていって最後の一段は絶対に残す。じゃあ今のサーバーは慌てて全部書き直さなくていいんだ。ちょっと安心した。確認の仕方も簡単なの。ターミナルから同じツールを呼んでみて返事だけで意味が通るかを見ればいい。それやったら今日試せるやん。うちのサーバーでもやってみるわ。この作法を守っておくと新しい機能が増えた時も同じやり方で足せるの。土台の考え方はもう変わらないから。毎回ゼロから覚え直さなくていいのは助かるな。ところでさ、エージェント同士をつなぐプロトコルも別にあったよね。あれとは喧嘩しないの？別にあるよ。でも喧嘩はしないの。担当してる区間がそもそも違うから。区間？どっちも AI をつなぐやつでしょ。何がどう違うの？ MCP はもともとエージェントと道具の間をつなぐために作られたの。データベースや API に接続する側ね。A2A が担当するのは組織をまたいだエージェント同士の間、よその会社のエージェントに仕事を頼む側。道具につなぐのが MCP で、相手のエージェントに頼むのが A2A。線が引けると急に楽になるね。道具につなぐのと相手に頼むの、そんなにきっぱり分かれるものなの？分かれるの。境目は相手が自分で判断するかどうか。データベースは判断しないけどエージェントは判断するから。前にもう一個、社内のエージェント同士をつなぐやつも聞いた気がするんだけど。 ACP のことだね。ただあれは2025年8月に A2A へ統合されて今は単体では動いていないの。具体的にすると分かりやすいよ。社内の顧客データベースから情報を取ってくる。これは道具につなぐ話だから MCP。 よその会社のエージェントに在庫を確認してもらうならそっちは A2A ってことね。判断するかしないかで見分けるのか。それなら迷った時も自分で決められそう。そう、境目さえ持っておけば新しいプロトコルが出てきてもどこの区間の話かで整理できるの。覚えるものが減ったのか、3つ並んでるって説明を見かけたらちょっと古い情報かもしれないんだね。道具か判断する相手か荷物を運ぶトラックと交渉する営業さんの違いみたいなもんやな。そういうこと。今の実務で抑えるのは道具側の MCP と組織をまたぐ A2A。 この2本立てで考えれば十分なの。設計で迷ったら
まず相手が道具かエージェントかを見るといいの。そこを間違えると無理な作りになりがちだから。道具にエージェントの仕事をさせようとしてこじれるパターンね。今日の3つ言い直してみるね。画面が出せる、途中経過が見える、危ないところで止まる。完璧。しかも3つとも追加のオプションだから、今のサーバーを止めずに順番に足していけるの。順番も思い出しておくね。まず戻り値を分ける、次に画面を足す、最後に危ない操作へ承認を挟む。後ろに行くほど影響が大きい変更になるってことか。3つ全部やらなきゃって身構えてたけど、そうじゃないんだね。ちょっと肩の力が抜けたよ。じゃあ最初にやるならどれからがいい？全部一遍は無理だよ。戻り値を分けるところからがおすすめ。表示用のデータを AI に読ませなくなるだけで料金にも速さにも効くから。分けるだけやったら今あるツール1個で試せるやん。うまくいったら横に広げたらええんやな。順番に足せるのが今回の設計のいいところなの。全部揃えないと動かないという作りにはなっていないから。少しずつでいいなら手が止まらなくて済むね。一度に全部を片付けようとすると大抵途中で力尽きるの。小さく試して動いたら次に行くのがおすすめ。節約から入れるんやったら飼い主にも言い訳が立つな。今日から1個ずつやってみるわ。あなたのツールなら画面と進捗と承認、どれが最初に入りそう？コメントで教えてほしいな。実はさっき名前だけ出たエージェント同士をつなぐ方の勢力図も去年から結構動いてるんだよね。そっちは別の動画でゆっくり話すね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。